やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ナイス HCK の新作、ナイス HCK グリークラウド。すでに一度、商品名が決まっていない、レギュラー販売をする予定も未定の状態で発売されて、非常に分厚い音色、濃厚な音色を感じさせつつも、分離感がしっかりしているケーブル、ということで好評だった。その時には触れなかったけど、レギュラー販売されることになったタイミングで僕もテストできる、というわけだ。完全不透明のグレーカラーは、どんなイヤホンにも相性がいいんだけど、今回は事前に聞いていた傾向から、シルバーの BGVP メロディに組み合わせてみたかったので、MMCX をオーダー。ケーブルはいつも通り、MMCX と2ピン端子に対応。KZ などの低価格にピン端子によく使われている、QDCK 端子はラインナップされていないので、注意が必要だ。プラグは購入時に選択するタイプで、いつもの2種類。3.5mm と 2.5mm、4.4mm が用意されているぞ。付属品は一切なし、その分お値段に反映されているので、これはこれで嬉しい。しっかり空気のクッションが入った状態で届いたぞ。プラグ周りなんかも必要以上に意匠のないデザイン。こういうケーブルは結構好きだ。ケーブルスライダーは金属製のデザインを崩さないものが装備されている。ケーブルスライダーで装着感を調整する派の人におすすめだ。さて、このグリークラウド、ちょっと聞いたことのない洗剤が使用されている。いや、基本的には銀メッキの導線なんだけど。グリークラウドが採用している洗剤は、銀メッキ酸素遮断銅という聞き慣れない銅ケーブル。ちなみに純度も高めで 6N だ。軽く名前で調べてみたんだけど、どんな洗剤なのかはわからなかった。酸素をカットした銅ケーブルってそれ無酸素銅では？というツッコミは置いとこう。でも、高純度な銀メッキ無酸素銅的なイメージで触ってやると、イメージとそう変わらないと思う。グリークラウドのサウンドは、中低音域が太めの、洗剤がたっぷり使われた太いケーブルでよくある、めちゃくちゃ分厚いサウンド。加えて、これだけ低音が太いと、高音側が負けてしまうパターンが多いんだけど、しっかり高音の明瞭感と、音色の分離感は確保されている。つまり、音全体の解像感は保ったまま、かなりグーグーに密度と厚みのある音色になる、個性派のイヤホンだ。この手の分厚い無酸素銅ケーブルと比較して、何度か言っているけど、キレがほぼ損なわれないのが魅力だな。一方で、何もかも保ったまま、音に厚みが出るのか、というと、実はそうじゃなくて、BGVP メロディでテストした時に、明らかに損なわれた要素があった。それは空間表現。暑苦しくもしっかり分離した音を出してくれるグリークラウドなんだけど、明らかに空間表現が埋まり、余白のない音になった。一言で言うと暑苦しい、あと近い。空間表現やどこか距離を感じる響き方に魅力があるイヤホンに合わせるのは好ましくないかもしれない。で、これを逆手に取ると、めちゃくちゃ近くて暑苦しいイヤホンを、解像感や分離感を保ったまま満員電車並みにギッチギチに詰めて聴ける、という、非常に個性的で魅力を感じる一台になる。グリークラウドは、より上位のケーブルでも、音の近さ、空間に隙間なく詰められた、すし詰めじみたサウンドを楽しむことができる。一般的な密度が増す印象のイヤホンの場合、ギチギチに詰まりすぎてすしが混じってただのでっかいライスプレートみたいな合体した何かになるんだけど、そこでしっかり各音色が形を保ち続けるのが、グリークラウドの魅力だな。この一線を越えないのは、とても重要な差となるだろう。というわけで、またナイス HCK が唯一無二なもん作ってきたな、というのが印象だ。ただ、今までの個性派モデルと比較して、暖色傾向に個性的、というさらに珍しい機種、寒色傾向のドンシャリが強いイヤホンが多い、中華イヤホン界隈の中で、ギッチギチに詰まった暖色系サウンドという、エネルギッシュな一台になっているぞ。6000円クラスと、比較的安価で良心的な価格なので、気になったらトライしてみてはいかがかな？空間が広がるイヤホンよりも、暑苦しいイヤホンをさらに燃え上がらせるのにおすすめだ。といったところで今回はここまで。